けにまふまふさんがこの楽曲に込めた全てのメッセージが総括されてます。どうも、歌い手研究部長、ボイストレーナーの翔平です。今回はですね、まふまふさんの輪廻転生を取り上げていきたいと思います。輪廻転生2017年に公開されたこの楽曲、まふまふさん自身のダーティーな人生観が全体的に描かれてるんだけど、この楽曲ね、とにかく高い。一般の男性が無理して歌おうとすると間違いなくね、声帯が弾け飛ぶくらい高い楽曲だからみんな注意してほしいんだけど、考え方を変えたらね、まふまふさんの真骨頂でもあるハイトーンボイスがね、存分に楽しめる楽曲になってるってことですよね。なので今回は歌い手研究部のみんなと一緒に聴いていきたいと思います。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。では早速行ってみましょう。さあ、イントロは疾走感あふれるエレキギターのバッキングで展開していきます。なんだけどさ、このイントロを一瞬聞くだけで、これまふまふさんの楽曲だってさ、すぐわかんない？そう思わせるまふまふさんのアレンジ力が素晴らしいんだけど、このね、ザ・まふまふさんっていうアレンジでイントロは展開して A メロに移行していきます。聞いていきましょう。エレキギターがかっこいい。さあ、A メロの出だし、まふまふさんね、普段の楽曲だったら、あんまり抑揚はつけずに、つぶやくように歌う A メロが多いんだけど、今回の楽曲はね、出だしからね、ハキハキ滑舌よく歌ってます。声の印象もどちらかというと明るいイメージだよね。なんだけど、それに反して歌詞の内容はね、めちゃめちゃ重たい内容になってます。人は生まれながらに育った環境や持ってる才能によって勝ち負けある程度決まってるじゃんと。これ努力じゃ超えられない壁がありますよねと。それなのにみんな人生という同じ土俵の上で戦わされる。こんな不平等を僕が神様だったら廃止してますよと。A メロの出だしからこんなメッセージが込められてんだよ。まあ、まふまふさんらしいね。でも B メロもすごいから聞いて。さあ、劣等感が強い主人公は、周りばかりよく見えて、どんどん嫉妬心に溺れていきます。さっきあった、怨嗟っていう言葉は、恨み、嘆く様を表してるんだよ。すごい言葉でしょ。そして、このセクションの最後の歌詞に、この主人公の思いがね、全部込められてると思うんだけど、ここだよね。翼がなけりゃ、空を降らしてくれりゃいい。この翼っていうのは、恵まれた環境だとか才能のことを指してるんじゃないのかなって僕は考えてます。つまり、恵まれない状況を何とか打破して、飛んでやろうっていうポジティブなメッセージというよりかは、すでに飛んでる人が落ちてくればいいよねっていう考え方です。これね、心理学では引き下げの心理だとか言ったりするんだけど、自己肯定感が持てない人が考えやすい心理ですね。さあ、そんな嘆きからついにサビに展開していきます。聞こう。高いでしょ？さあ、まふまふさんの真骨頂、ハイトーンボイスで一気に高くなります。どこ？ G5 だよ。いや、マジで繰り返し言うけど、一般男性が出そうとしたら声帯が弾け飛ぶから、マジで気をつけてね。でね、歌詞の内容なんだけど、やっぱり主人公はね、もう現世にはね、期待してないんですよね。なんとか頑張って状況を打破しようとはね、もう考えれないんですよ。それがね、この世に手早くお別れして、僕は生まれ変わる輪廻転生、ここに現れてるよね。なんだけど、個人的にここ注目してほしいのがね、ここ、電波に乗って夢の夢、このワードなんだよね。あくまで僕個人の解釈なんだけど、ここね、まふまふさん自身のことを歌ってるんじゃないのかなって感じるんだよね。まふまふさん自身、現世ではね、やっぱり劣等感を多く抱えていて、他人とばかり自分を比べて居場所が見つけられなかったんだと思うんですよね。なんだけど、電波、つまりネットの世界では、まふまふという人格で歌を歌うことによって、それを認めてくれるリスナーと出会えて自分の居場所を見つけることができたんですよ。これも言い方を変えれば一つの輪廻転生っていう風に考えることもできますよね。そう考えると一気に聞こえ方が変わらない。さっき聞こう。
さあ、2番の A メロはね、1番とは対照的に息を多く混ぜたウィスパーボイスで始まります。なんだけど途中からギアチェンして一気に力強い展開に変わっていきます。でね、ここでは一度みんな MV にも注目してほしいんだけど、この楽曲って全体的に学生服というかさ、学校をイメージさせるような描写が多いんだけど、不意にね、学生服ではなくて白い服を着ている主人公が描かれてるんだよ。やっぱりさ、白い服といえば死に装束とかが連想できるように、このね、輪廻転生っていうキーワードと密接に関係してるんじゃないのかなって考えられますよね。そしてね、この次のセクションめちゃめちゃ重たいワードが連発してきます。心して聞こう。さあ、このセクションではね、過食症、不登校、自傷癖だとかね、ネガティブなワードがポン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 連発されます。確かにさ、ニュースを見てたら、こんなネガティブな話題ばっかり入ってきて、ハッピーな話題なんてさ、全然ないじゃんね。こんな世の中だったら確かに生まれ変わりたい、輪廻転生したいと思ってもしょうがないかもしれないよね。そんな不満をわーっと吐き出してサビに行きます。行こう。このね、2番のサビがね、めちゃめちゃ皮肉なんだよ。もともとね、人を裁いてたのは人ではなくて神様だったんだよ。なんだけどさ、今の時代は人が人を裁く時代ですよね。例えばね、不倫した芸能人をさ、ネット上でさ、誹謗中傷しまくってさ、個人個人が裁いたりするじゃない。ってことは人はもう神様以上の存在なんだろうと。だったら、このぐちゃぐちゃな世の中をなんとかしてくれよ。そんな思いがね、ここには込められてるんじゃないのかなって思うよね。めっちゃ皮肉でしょ。さらにここ、どれだけ泥が泥をこねたって泥以外作れやしない。やっぱりね、恵まれない環境や才能を持ってない人がどれだけ努力したって、今の世の中じゃ変わることなんてできないんだよって。だから君も生まれ変われよ。こんなメッセージなんじゃないかなって思うよね。どんどんダーティーな世界観になってくるでしょ。行こう。さあ、ここで完全に開き直って大サビに移行していきます。行きましょう。ここね。さあ、この最後のサビにマフマフさんがこの楽曲に込めた全てのメッセージが総括されてます。人生がね、不平等で均等に幸せが訪れないなんてことはもう当たり前のことだよと。そしてそれはどうあがいたって変えることはできないんですよね。で、ここの歌詞が俺めっちゃ好きなんだけど、この世に終わりをつけておいて終えるななんて何様だ。確かにそうだよね。自分の意志で寿命を作ったわけじゃなくて、これは最初から決められてるくせに自分で命を終わらすことは許されないんですよ。当たり前だと思ったけど、確かにおかしな話ですよね。なんだけど、この最後の全て生まれ変われ、輪廻転生、ここに込められているメッセージって、今の世の中では幸せになれるわけないんだから諦めろよっていうメッセージよりかはさ、どうせそんな世の中なんだから自分を押し殺してそんな周りに合わせる必要なんかないんじゃないかって。そんなに自分を押し殺して苦しみながら生きてるんだったら、そんなの全てやめて生まれ変われよっていうね、ポジティブなメッセージも込められてるんじゃないのかなって思いませんか？マフマフさんが歌を歌うことで、ネットの世界で自分の居場所を見つけられたように、誰でもね、この現世に生きつつも生まれ変わることができるんじゃないかって、少なくともね、僕はそんな風に思いました。やっぱりさ、どれだけ暗くてダーティーな歌詞の世界観でも、聴き終わった後、気づけばさ、マフマフさんに力強くグッと背中を押されてるような気持ちになる。これがさ、やっぱりマフマフさんの世界観の不思議な魅力だなって思いますよね。
歌い手研究部のみんなはこの楽曲からどんなメッセージを受け取りましたか？よかったらね、コメントで教えてくれたらめっちゃ嬉しいです。このようにこのチャンネルでは歌い手さんの歌唱テクニックや楽曲について楽しくわかりやすく解説しています。見逃したくないって方は今すぐ登録して歌い手研究部に入部してください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。